也です。26歳。工事現場などのゲートを担当している警備員です。最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構な値段が張ったので、やはりネットカフェでとりあえず過ごそうと思ってましたね。普段からネットカフェにはよく行っていたので、そこまでの抵抗はなかったですね。一番最初に行った日はやはり体が休まらなかったっていうのはありますね。食器を洗う音が聞こえたりみたいな、そういう細かい音が案外気になったりしますね。貯金したくてもいつの間にかあんまりたまらなくなってるみたいな感じですね。設備が充実している上で値段もそこまでかからないというところもやっぱり強みですかね。気楽でいいと思いますね。気にすることなく電気も使えるような感じで。さすがにいつまでもアルバイトでもいられませんから、これからもうちょっとスキルアップをしていっていずれ正社員になれるように頑張っていこうとは思いますね。こういった人たちが増え始めたのは1990年代の終わりからだと思います。で、大きく社会問題化したのは2000年代の半ばですね。今非正規雇用の労働者は労働市場全体の 38% 程度です。非正規雇用の場合には日本の場合は期間の定めのある雇用、非正規雇用の人たちの賃金の水準は正規雇用の人たちに比べて半分以下という水準ですので、非常に低い水準になっています。非正規雇用の差別的な待遇っていうのは即貧困の問題につながってくると。失業した場合の失業の給付が非常に弱いんですね。こういうふうに失業したら生活が成り立たないっていう社会になっています。だから正社員になりたいと思う。でも正社員になると、長時間で高ストレス過密労働が待っていると。元サラリーマンで会社勤めしてまして、ネットカフェ住んで4ヶ月ぐらいになります。勤めていたところはクレジットカード関係の会社でした。大体月に120から200近い残業時間がありまして、仕事の方は、コンピューターの管理ですとか、家に帰る時間もなくなったりしますんで、ずっと会社で仮眠取ってまた仕事をするとか、昼夜の状況も分からなくなったりしますんで、周りから見るとイライラしてるとかぼーっとしてるとか、どっちと愛着が激しいとか、本人は全く気づかないんですけど、
カウンセリング受けてうつの症状が重いんじゃないかとかいうようなその医者の診断があって、今は多いんじゃないですか。そのうつになって休むでしょ、1ヶ月。そうするとこいつおかしいんじゃねえかとか、上司がいて裏じゃこいつ弱いから、で勤務態度も良くねえからっていう話になって、ある一定期間給料上がんねえしみたいないうのがあったり、もう飲みに行こうって言われてすいませんって言って、もういいよお前はって言って1ヶ月半ぐらい口聞いてくれなかった上司はいますよ。仕事でもですよ、上司が。だからそういうのは難しいですよね。パワハラっていうのはいわゆるその体育会系っていう話だけですよね。日本の文化では当たり前の。サラリーマンとして成功していくためには何が必要？長いものには巻かれろって言葉がありますけども、権力ある人には逆らわない。パワハラっていうのは当たり前だけども、若い人が耐えられないからパワハラ。なんでこんなの分かんないのとか平気で当たり前ですし、頭はたくのは当たり前だし、怒鳴りつけるのは当たり前ですし。サラリーマンしてるところでのストレスっていうのはやっぱ飽和してたんでしょうね。元サラリーマンで会社勤めしてまして、20年勤めて、退社しました。僕向いてませんので。すっきり、もう辞表出した時はもうってすっきりってそれからちょっと遊びましたけど3ヶ月ぐらい新しい人生どうやって楽しんで生きていこうかなっていうことしかなかったんで、サラリーマンは絶対やりたくないと思ってます。全然違いますけど、全然違う国とか、なんか2年単位3年単位とかそれぐらいの単位でこう住んでいきたいなとか思ったりしてて、それがこう夢だったり、日本にそのまましがみついてなくてもいいやって、自分で何とかしなきゃって。